ガンダムシリーズは長い歴史を持っているため、担当声優が奇跡に入ってしまうなどやむを得ない理由で声優が変更になることが珍しくありません。特に最新作となるジークアクスでは声優の方々が一新され、驚いた方も多いのではないでしょうか。今回はガンダムの声優変更事情10選第3弾を見ていきたいと思います。なお、本動画では一部のキャラに最新作ジークアクスのネタバレを含みますのでご注意ください。クラウレハモン。ハモンは機動戦士ガンダムおよびジオリジンに登場するキャラクターです。青い巨星の異名を持つランバラルの内縁の妻で、軍人ではないものの高い洞察力を持っており、ラル亡き後は部隊の指揮を務めました。気品と気高さを併せ持った人物で、マチルダと並びアムロの中に大人の女性としての存在が深く刻まれています。そんなハモンの初代声優は中谷由実さんです。アニメ「機動戦士ガンダム」から2000年公開の劇場作品「機動戦士ガンダム」特別版にも出演。ゲーム「G ジェネレーション」シリーズでは1作目から2016年発売のジェネシスまでハモン役を務めるなど、実に30年以上にもわたってハモンを演じています。しかし2015年から公開されたジオリジンでランバラルを含め多くのキャラクターの声優が変更となった際に、ハモン役も後に UC エンゲージでサフィラ・ガードナーを演じている沢城みゆきさんへと引き継がれました。それに伴いガンダムネットワーク対戦といったゲームでもハモン役に沢城さんが起用されるようになっています。君のことを私が気に入ったからなんだけど、理由にならないかしら。従わなかったのはドズル中将の命令に対してです。キシリアにではありません。デギン・ソドザビ。デギンは機動戦士ガンダムに登場するキャラクターで、ジオンズムライ君の死後ジオン共和国をザビ家の独裁国家へと変えた張本人です。しかし作中ではすでに隠居状態となっており、急進派のギレンに対して穏健派の立場をとっていました。それゆえにギレンとの溝は徐々に深まり、アバオア空戦の直前に連邦との和平交渉に臨もうとしたところをギレンの策略で連邦艦隊ごとソーラレイの直撃を受け消滅しました。そんなデギンの初代声優は機動戦士ガンダムでコンスコンや赤花など様々な役を演じ、番組ナレーションも務めた永井一郎さんです。ただ永井さんがアニメでデギンを演じたのはテレビ放送版のみとなっており、1981年に公開された劇場版「機動戦士ガンダム」では新たに藤本結さんがデギンを務めていました。しかし1982年に公開された「機動戦士ガンダム3巡り合い空編」ではデギン役が柴田秀勝さんへと変更。このようにデギンはテレビ放送から4年間のうちに3回も声優が変更されており、この方が担当声優というのが定まっていないキャラクターとなっています。そのためか後年発売されたゲームでもデギン役に起用される方が作品によって異なり、1997年発売の「機動戦士ガンダムパーフェクトワンイヤーウォー」では永井一郎さんが、98年および2000年に発売された「ディレンの野望」と「ディレンの野望ジオンの系譜」では藤本結さんが、2002年発売の「ディレンの野望ジオン独立戦争記」では柴田秀勝さんが演じていました。しかし2015年公開の「ジオリジン」で浦山仁さんがデギンを務めた後、2021年リリースのゲーム「UC エンゲージ」でも浦山さんが起用されるようになりました。すでに永井一郎さん、藤本結さんは奇跡に入られており、柴田秀勝さんもご高齢となっているため、これからのデギン役は浦山さん一人が演じていくと考えられそうです。貴公はそのヒトラーの尻尾だな。静かに丁重にガルマの冥福を祈ってやってくれまいか。貴公はそのヒトラーの尻尾だな。何十億人も殺して、それでもまだお前は犠牲が足りないというのか。キシリア・ザビ。キシリアはジオンコウ王であるデギンの娘で、ジオンコウ国軍突撃機動軍司令を務めています。パープルを基調とした軍服とハイネックで顔を半分覆った姿が特徴的な人物で、年齢はテレビ版だと24歳なのですが、老けて見えるのかガンダムさんでは紫ババアと揶揄される場面も見られました。作中では自身の政治勢力拡大のため
シャアの正体を知りながら利用するなど、一年戦争の裏で策略を張り巡らせる黒幕のように描かれていました。そんなキシリアの初代声優は、第08小隊でカレン・ジョッシュラ、シード・デスティニーではタリア・グラディスなどを務める小山真美さんです。アニメ「機動戦士ガンダム」でキシリアを務めてから、劇場版はもちろんゲーム「G ジェネレーション」シリーズやガンダム無双シリーズなどさまざまな作品で40年以上にわたってキシリアを演じてきました。しかし2015年に公開された「ジオリジン」で大幅に声優が一新された際に、キシリア役も渡辺明乃さんへと引き継がれています。ただ2019年にリリースされたゲーム「ガンダムネットワーク対戦」では引き続き小山さんが起用されていたことから、キシリア役を完全に後任に譲ったというわけではないのかもしれません。また最新作であるジークアクスではガンダムさんでセイラ役を担当された名塚佳織さんが起用されています。キシリアは本作の0085にも生存しているようなので、今後も出てくる可能性がありそうです。意外と兄上も甘いようで。これで念願の早期決着が可能となりました。誰か中にいるの？ファー・ユイリー。ファーは機動戦士ゼータガンダムに登場するキャラクターです。本作におけるヒロインで、両親が留守にしがちなカミーユの世話をよく焼いていました。カミーユがガンダムマーク2を奪取して以降、ティファーンズから追われる身となり、紆余曲折あった末にエウーモに参加。後に戦況の悪化から自身もパイロットとして志願し、メタスの専属パイロットとなります。そんなファーの初代声優は松岡美幸さんです。アニメでは機動戦士ゼータガンダム、機動戦士ガンダムダブルゼータに出演し、ゲームではスーパーロボット対戦シリーズなど様々な作品に出演しました。しかし松岡さんは1997年頃には声優業を引退。97年発売のスーパーロボット対戦シリーズでは XO まで松岡さんが起用されていましたが、2005年から公開された劇場版「機動戦士ゼータガンダム」からは後に未来屋島役も務める新井里美さんへとファー役が正式に引き継がれました。ただ劇場版公開前はまだ正式にファー役の公認が決まっていなかったためか、劇場版ゼータガンダム上映前に発売されたゲーム「ギレンの野望ジオンの系譜」や2006年発売の G ジェネレーションポータブルまでの G ジェネシリーズでは岩井由紀子さんがファーを務めています。その影響か、公認が新井さんに決まった後に発売された新ギレンの野望など一部の作品では岩井さんが引き続きファーを演じていました。私だってパイロットなんですからね。カミーユだって私が抱けるから嬉しいのよ。これが戦闘。私だって。ライラニラライラ。ライラは連邦軍所属のモビルスーツパイロットで、ガルバルディ隊を率いてアーガマの前に立ちふさがりました。当初はティファーンズであるジェリドを快く思っていなかったものの、彼の将来性を見込み戦闘技術を教え込む中で仲を深めていきます。しかし30番地コロニー付近の戦闘でカミーユに敗北し死亡しました。そんなライラの初代声優を務めたのは沢木公恵さんです。沢木さんがアニメ「機動戦士ゼータガンダム」でライラを担当、ガンダムダブルゼータではイリアパゾムを務めました。なおゼータ最終回だけはスケジュールの都合かレコアロンドを演じた勝木雅子さんがライラを演じています。それから数年間沢木さんは声優業から離れていたようですが、1997年発売のスーパーロボット対戦 F で久々に復帰し、2003年発売の第2次スーパーロボット対戦アルファまでスーパーロボット対戦シリーズのライラを務めました。一方で沢木さんが声優業から離れていた際に発売されたプレイステーション用ゲーム「機動戦士ゼータガンダム」やセガサターン用ゲーム「機動戦士ゼータガンダム前編ゼータの鼓動」では藤野薫さんがライラ役を演じました。また1999年発売の G ジェネレーション0からは津田翔子さんへとライラ役が引き継がれます。さらにディレンの野望やエウーモ VS ティターンズなど多くのゲーム作品で津田さんがライラを務めました。なお津田さんはイリア役も沢木さんから引き継いでおり、2021年リリースの UC エンゲージでもイリアを演じています。そして2005年に公開された劇場版ゼータガンダムでは多くの声優が一新されたのに伴い、ライラ役の浅野真由美さんへと引き継がれました。そのため
2007年以降発売のゲームでは基本的に浅野さんが起用されていますが、ディレンの野望シリーズなど劇場版以前から続く一部の作品では引き続き津田さんが起用されています。これがオールドタイプということなのか。これがオールドタイプということなのか。いい男になれる素質はあるんだ、あんたには。けれどあんたには無理だ。魂を重力に惹かれているやつには。プル&プル2。プルはアクシズにてグレミートトによりパイロットとして養成されたニュータイプです。アクシズに潜入してきたジェドーに出会い強く惹かれたことで彼に強い執着心を持つようになり、紆余曲折の末にアーガマの一員になってしまいます。プル2はそんなプルのクローンの一人で、プルよりも好戦的でクールな性格の人物です。作中ではサイコガンダムマーク2やキュベレイマーク2に登場し、ジュドーたちの前に立ちふさがりました。そんなプルとプル2の初代声優を務めたのは本田千恵子さんです。アニメ「機動戦士ガンダムダブルゼータ」から数多くのゲーム作品でもプルたちを演じ、 G ジェネレーションシリーズでは1作目から2012年発売のオーバーワールドまで務めました。しかし2011年頃にがんが発見され余命宣告を受けます。それでも2013年までは仕事を続けていましたが、同年2月に亡くなられました。それから数年はライブラリ出演という形で本田千恵子さんの声が使用されていましたが、2016年にリリースされたゲーム「ガンダムジオレマフロント」からは本田陽子さんがプル&プル2役を引き継ぎました。なおスーパーロボット対戦シリーズでは公認が決まってからも生前収録された本田千恵子さんの声が引き続き使用されています。その影響か2024年に行われたモンストとのコラボでもプルの声には本田千恵子さんのものが使用されていました。私 LP プルよろしく。私はプル2だ。私はプル2だ。私は LP プルよろしく。私のファンから逃げられると思うな。カムランブルーム。カムランは機動戦士ガンダムおよび映画逆襲のシャアに登場する人物です。未来ヤシマとは言い名付けの関係でしたが、どこか戦争を他人事のように考える性格から未来からはあまりいい印象を持たれていません。しかしサイド6での戦闘では自家用機を用いて出航するホワイトベースの案内人を務めるなど未来のために命を張る姿を見せました。また最新作であるジークアクスでは宇宙世紀0085にシャリアブルと会話する様子が描かれています。そんなカムランの初代声優を務めたのは塩沢兼人さんです。塩沢さんはアニメ「機動戦士ガンダム」ではカムランの他にマクベやクランプなどさまざまなキャラクターを演じています。そうした役の兼ね合いもあってか、1982年公開の「機動戦士ガンダム3巡り合い空編」では村山明さんがカムラン役を務めました。そのため88年公開の「逆襲のシャア」でも引き続き村山さんがカムランを演じています。ちなみにアニメ「ケロロ軍曹」にてサイド6の検察官を務めていたカムランのパロディと思われる検察ロボカムランが登場しますが、そちらも村山さんが演じていました。しかし2000年に公開された「機動戦士ガンダム3巡り合い空編」特別版ではカムラン役が磯部浩さんへと変更されています。なお特別版ガンダムは後年の劇場版ゼータガンダムとは違い大幅な声優変更があったわけではないため、村山さんから磯部さんへ変更された理由は不明です。またジークアクスでは声優が一新され、興津和幸さんが声優を務めておられます。マチュたちが暮らすサイド6で登場していることから、さらなる出番が期待できるのではないでしょうか。未来生きていてくれたのかい。未来生きていてくれたのか。未来生きていてくれたのか。認めなあかん。ビルダーとしてのあいつの能力と、そしてワイの心の弱さを。シャクティ・カリン。シャクティは機動戦士ビクトリーガンダムに登場するキャラクターです。主人公ウッソの幼なじみで本作のメインヒロインを務めます。おとなしくも芯のある性格をしていますが、当初は戦争に怯え故郷へ帰りたがる年相応の幼さを見せていました。しかし戦乱の中で多くの悲劇を見て精神的に成長していく中で、サイキッカーとしての才能を開花させ、物語終盤には
戦争を終結へと導く大役を果たします。そんなシャクティの初代声優はジオニックフロントでシャルロッテ・ヘープナーなども務めた黒田由美、現市原由美さんです。アニメ「機動戦士ビクトリーガンダム」からゲーム「G ジェネレーション」シリーズなどで長きにわたってシャクティを演じてきました。ただスケジュールや制作側の都合なのか、1999年に発売された G ジェネレーション0から2006年発売のポータブルまでは大英ガンダムのリリボルジャーの役で知られる小林愛さんがシャクティを演じています。そして2007年発売のスピリッツ以降は再び黒田さんがシャクティを務めていました。こうして一時的な変更はあったものの20年以上にわたって黒田さんがシャクティ役を演じてきましたが、近年は目立った活動もなく、2020年頃には東京俳優生活協同組合を退所していることが確認されています。そのためかゲーム UC エンゲージで2024年に展開されたクロスオーバー UC エンゲージでは森田鈴香さんがシャクティ役を担当されています。平和を望むサイキッカーたちの祈りが行っていることなのです。憎しみを捨てて人々の魂を待つ人たちのいる故郷へと帰りましょう。なんて冷たい心。そんなに命を消したいの？レイン三日村。レインは機動武闘伝 G ガンダムのヒロインです。主人公ドモンの幼なじみでガンダムファイトでは彼のサポートクルーを務めました。メカニックとしてだけではなくスパイ活動やガンダムの操縦まであらゆる面でドモンを献身的に支えています。時にドモンとぶつかることもありましたが、過酷なガンダムファイトを共に戦い抜く中で2人の絆は一層深まり、かけがえのないパートナーへとなっていきました。そんなレインの声優を務めるのは天野ゆりさんです。アニメ G ガンダムからスーパーロボット対戦や G ジェネレーションシリーズ VS シリーズといった様々なゲーム作品で30年にわたってレインを演じてきました。そんな天野さんですが、2000年から数年ほど一時的に声優業を引退していた時期がありました。そのため後任として楢橋美樹さんが選ばれ、 G ジェネレーションネオとシードやサンライズ英雄タンシリーズなどでは楢橋さんがレイン役を務めていました。しかし2003年8月に天野さんが声優活動を再開。それに伴い2003年以降発売のゲーム作品からは天野さんがレイン役へと復帰しています。私今まであなただけを見てたから。で、それは大変だったんだから。シャムス講座。シャムスは機動戦士ガンダムシードコズミックイラ73スターゲイザーに登場するキャラクターです。連合の特殊部隊ファントムペインに所属するモビルスーツパイロットで、皮肉屋な物言いをするどこかハスに構えた青年となっています。しかし仲間思いな一面もあり、同じ部隊のミューディーが死亡した後はコーディネーターへ激しい憎悪を向けていました。しかし最終決戦ではその憎悪に任せて戦ったことで機体はエネルギー切れを起こし、そのまま敵の一斉砲撃を受け死亡します。そんなシャムスの初代声優は神谷博さんが担当していました。幼い頃にガンダムのパイロットになることを夢見ていた神谷さんにとっては初めてその夢を叶えたキャラとなっています。ちなみにガンダムに乗るのではなくガンダムになるという解釈をすると SD ガンダムフォースでキャプテンガンダムを演じた際に叶えていたりします。しかし2006年8月7日、神谷さんがバイク運転中に交通事故に遭い1ヶ月近く昏睡状態となるほどの大怪我を負います。意識を取り戻してからは驚くような回復力を見せ、9月末には退院されていますが、本作の収録には間に合わなかったため、9月22日配信の第3話から宮野真守さんがシャムス役を引き継ぎました。そのため2006年11月に発売された DVD 版では1話から宮野さんによる再アフレコが行われ、以降発売されたゲーム作品でも宮野さんがシャムス役を務めており、実質神谷さんがシャムスを務めたのはネット配信の1話と2話だけとなっています。なお後にお二人はガンダム00にてセツナ役とティエリア役で共演しているので、シャムスは2人のガンダムマイスターに演じられた非常に珍しいキャラとなりました。ここで終わらせてやる。ぶっ殺せるんだぜあいつらを。ということで以上、声優が変更になったキャラ10選でした。
基本的に声優交代とはやむを得ない事情によって該当キャラを演じられなくなり、次世代の声優へと引き継がれるケースがほとんどです。しかし代役として一時的に別の方が起用されたり、制作側の都合などで後任の方に完全に受け継がれていない場合もあるので、ゲーム作品によって起用されている声優が異なるキャラも存在します。そのためキャラによっては馴染み深い声優が人それぞれ違うケースもあるのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。